ドリームストロール。さて、夢の時間です。おはようございます。身の回りのお世話を仰せつかっております執事のミノアです。本日は学園がお休みですので、午前中は座学、午後は魔法実技の訓練を予定しております。さて、近況報告の前にアルトシュタインティーをご用意いたしました。透き通る翡翠にお屋敷の庭園に実った果実のエキスでアレンジいたしました。晴れやかな気分になりますでしょう。では、紅茶のお供に当家の近況についてお話ししましょう。まず、ただいまご用意したアルトシュタインティーですが、当家ブランドによる付加価値が高く、特に中流、上流貴族から安定した支持を得ております。次に主産業であるアルトの石ですが、魔力伝導率が極めて高い素材ですので、王国騎士団の武器や防具、魔術系組合の魔法釜等、需要が高く、王国になくてはならない産業として地位を確立しております。最後に、投資先の状況についてです。武器や防具の舵を生りとしているラインベルトカジギルドへの貸金が返済されておりません。催促をしておりますが、もし返済できないようであれば、開発してまだ眠らせている加工に関する新技術の権利をいただく予定です。次に、アルサルム機が手掛けている美容用品についてですが、以上となります。何か気になる点などございますか？さようでございますね。庭園に実る果実も商品になり得ます。しかし、庭園菜園の延長であり、事業として展開する予定はございません。あくまで私の趣味ですから。ですが、真心込めて実らせましたので、気に入っていただけて嬉しいです。さて、こちらチェス盤と文学作品、演劇の録画の3点を揃えてまいりました。本日はどれになさいますか？アルミスと卵。はい、実に良い選択です。せっかくですからガポゼに参りましょうか。庭園での読書は気分も上がりますからね。良い風が吹いていますね。物事が好調に進む予感がします。紅茶をお継ぎしますね。柔らかい空気に溶けて良い香りです。では、読んでいきましょうか。アルミスは古代語で商人。そしてこの卵はドラゴンの卵。つまり、商人とドラゴンの卵というお話です。古代語のまま書かれている箇所も多いので、都度解説いたします。ある日商人が馬車を走らせていると、荷台からビシビシと音が鳴った。何かと思って確認してみると、普通の卵だと思って仕入れた卵に割れ目が走っていた。はい。そこから商人とドラゴンたちの暮らしが始まるわけですね。人と同じように接してしまうと、ドラゴンが不機嫌になったりと、多種族同士の共同の勧めが書かれています。しかし、その後成長したドラゴンが野生の本能を呼び覚まし、ドラゴンと商人の苦悩、葛藤が描かれる。やがて、町の住民に被害を出し始め、最終的に商人は、ドラゴンと対立する道を決断する。私たちが、ドラゴンをはじめとする魔物を討伐することを正当化する根拠となっている作品でもあります。私個人としては、この作品が真に伝えたかったことは、それでも分かり合える未来を作ろうとする努力の必要性だと考えますが。はい。結局商人はドラゴンの本性に向き合わず、不安と恐れを抱き、結果、悲劇的な末路を迎えていますからね。他にもドラゴンを題材とした作品は多くありますが、最近では竜と少女と夢見る魔法使いという作品が人気を博していますね。
さて、風の流れも変わってきましたし、魔術の実技訓練に移りましょう。ここでの訓練は、少々庭園に影響が及ぶ恐れがありますので、地下の大広間に参りましょう。はい。完璧に磨かれています。穴者たちは、本日も素晴らしい働きをしているようです。では、実戦形式での戦闘の前に、軽く慣らしておきましょう。まず発散。水よ、いでよ。次に放出。水よ、放て。そして収束。水よ、戻れ。はい。マスの乱れも少なく、よくできています。では、対面しましょうか。魔術の実践において、間合いは邪念、生成速度、放出速度によっては、10メートルの間合いなど、ないに等しい。マスの流れに集中し、規模、速度を予測し、手札を揃え、どれを切るかを判断する。この思考速度こそが、勝敗を決める絶対的要素。並列思考、分裂思考、その数、速度が命運を分かつ。さあ、来なさい。水よ、火よ、風よ、うがて。ほう、飛んだか。飛行魔法が上達しましたね。前なら防御がせいぜいだったが反撃を繰り出せるようになりましたか。いいですね。しかし、うがて、うがて、うがて、三電撃です。分裂思考により、私ではない私が魔術の複製を行い、リプレイする。これが分裂思考の強みの一つ。マスの大波が3方向から同時に発生する。波の魔術師ならばチェックメイトですが、一つを防ぎ、残り二つを相殺。おっと、これは罠ですか？妖精、召喚系統、眠りの状態上特化ですか。面白い。残！召喚物は破壊しない限り、永遠に特定の攻撃を続ける。厄介ですが、状態上特化は比較的脆い。私の封印をつくには足りえません。ふむ。私の魔法領域が完全に上回っている。では、終わりにしましょう。収束、移動。範囲内で吸収したマスをすべて移動のエネルギーに変換し、懐に飛び込む。チェックメイト。大きく成長しましたね。あなたの目にマスの流れが鮮明に映っているのがよくわかりました。思考力、思考速度もつい先日に比べ段違いに上がっています。瞑想がはかどっているんですね。目で見て思考する写しよでの訓練も大事ですが、魔法の根源たる力のほとんどは思考の内側にある精神領域で養う必要があります。この空間においての魔法の構造は千差万別。同じ構造を持つ人はこのように一人たりともおりません。ですから魔術に確実な正解は存在せず、だからこそ面白いと私は思います。さて、そろそろ瞑想の時間ですね。お部屋に参りましょう。お座りください。それでは、一番居心地のいい空間に浸り、深く入っていってください。また明日、起こしに参ります。では、おやすみなさいませ。ドリームアウェイク。さて、目覚めの時間です。